今日はカサブランカを描いてみたいと思います。青空市でね買ってきました。綺麗ですよね。立派なカサブランカです。赤白両方あるんですけど、くっきり分けてしまうっていうことではなくて、一つの花の中に白い部分もあれば赤い部分もあるよっていう前提で、ね、描いていこうと思います。紙はねホワイトワトソンを 6F サイズのパネルにね貼っています。絵の具はホルベインですね。クリムソンレーキ、オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バントアンバー、以上8色で描こうと思います。色見本を作ってみますね。花の中の色ですが、一番鮮やかなオペラはこのくらいなんですけど、これではあまりにも鮮やかすぎるわけです。セロリアンを少し混ぜるとこんな感じになって、だんだんね青っぽくなります。そしてクリムソンを混ぜると暗い感じの赤色になりますね。でもっと暗くするためにコバルトを混ぜるとこういう色になります。で花の色はだいたいこんな感じかなと思うんですが、葉っぱの方ですね、空間も含めてですけど、あまりこういう色ばっかりだと絵全体が暗くなってしまうので、レモンイエローですね、これをほのかに効かしておこうかなと思います。次にサップグリーン純色だとこんなに綺麗な鮮やかな色になってしまいます。セルリアンとバントアンバーを混ぜてちょっとね灰色っぽく傾けます。でもっと暗いところの緑っぽい色っていうことになるとコバルトブルーとセルリアンとバントアンバー、さらに暗いところになるとウルトラマリンディープとバントアンバー、こんな感じでね結構カラフルに見えますけど、花の白い部分がくっきり前に出てくるように頑張ろうかなと思います。ただ全体としては形にこだわらずに幻想的な感じでやっていこうと思います。じゃあ早速下絵に入っていきます。で今日の光は左上からということにします。ということであれば右下からこういうふうに先昇ってくるっていうのがいいかなと思いますので、この中心ここですね、この辺りに一番主役の大きな百合が一つ、そしてこっちに重なるようにですね、ちょっとこれ下向きに描こうかなと思いますね。こちらに少し右上向きのを描こうと思います。この3つで大きな、流れを作るっていうことになろうかと思います。でさらにこれに例えばこういうところに持ってくるっていうことで、ここの空間を少し狭めることになろうかなと思います。百合の描き方なんですが、百合っていうのは6枚の花びらから出来上がっていますけど、中の3枚は本来の花びらで、外の3枚っていうのは額が変化してできた花びらということで、明らかに形がね違います。真ん中3枚の花びらっていうのは少し太いんですが、この外3枚っていうのはちょっと細長いというより少し小ぶりなわけですね。で描く時も中が見える状態で描くよっていう場合には、まず中3枚をこのように位置取りをします。ざっくりちょっとこれは描いていますけどもね、その後に外3枚を描いていくっていう状態になろうかと思います。これを順々に1個ずつぐるっと6枚描いてはいけないよっていうことです。綺麗にね下絵を描いてみます。今回は非常に下絵が大切なので、くっきりと見えるように濃いめに描きたいと思います。はい、下絵がね描けました。一応鉛筆で描くのはこのくらいにしておこうかなと思います。そして今日はマスキング液でおしべめしべちゃんとカバーしておきますね。そうするとあんまり気にせずに大きく下塗りなんかもできます。これが手で抜くとなるとなかなか大変なので、しべは全部カバーしておこうと思います。乾かしてから下塗りに入っていきます。はい、マスキング液が乾きました。下塗りに入っていこうと思います。左上からの光が当たって花びらのこの辺りは白く残したいよねっていうところには下塗りの色が入らないように入れていこうと思います。まずうっすらとレモンイエローをねかけておきます。百合の中にレモンイエローがあるわけではないんですけど、
こちらの色だけだとやっぱりちょっと全体的に沈んだ感じがするんですね。でやっぱりこういうのが少し入っていると画面全体がかなり明るくなりますので、ちょっと入れておこうと思います。この辺りです。でここの花びらの抜きたいとこだけはちょっと避けます。水筆でちょっと今日はね画面が大きいのでハケを使いますね。はい、続いて赤紫です。オペラとセルリアンブルーを混ぜてかなり薄めのね赤紫を入れていきます。花の中にもね暗い部分には入れていきます。で葉っぱも関係なく入れていきます。でね、あまりゆっくりしていると型が残ってしまいますので素早くぼかします。あんまりこれゆっくりね塗っていると最初に塗ったところがもう乾いてしまいますので、手早く塗って手早くぼかしておきます。はい、そして今度は、緑ですね。サップグリーンを少しとしっかりセルリアンブルーとバンタアンバーを入れて灰色っぽくしますね。もうちょっとこの辺は暗い方がいいのでコバルトブルーを足します。ウルトラマリンディープを使うとこんな感じになりますね。一気に暗い感じになります。薄いけど暗いっていうことが大切です。この辺もねちょっと薄くね入れておきますね。はい、じゃあこのくらいで始末をしておきます。ティッシュでね、特にこの縁ですね、いらない線が残らないようにしっかり取っておきます。ちょっとここにもね赤紫入れておきますよ。あんまり混ぜきらないでおく方が綺麗ですね。しっかり混ぜてしまうと単なる一色になってしまいますので、混ぜきらないでおくことによって、2色とは言いながらいろんな色に見えるわけですね。ちょっとここにもね入れておきます。ここはねちょっとね暗くしたいのでクリムソンレーキですね、ちょっと足します。完全なね紫っていう感じです。ここもねちょっと暗くしておきますね。クリムソンとコバルトブルーで作った赤紫はこんな感じですね。オペラに比べると沈んだ冷たい色になりますね。はい、これも取っておきます。からここですね、ここのくぼんだところです。セルリアンを増やしてあっさりした色にしますね。はい、黄色の中にもね少し入るように、あまり鮮やかな黄色が後半に残ってしまうとちょっとよろしくないわけですね。はい、ちょっとここをね暗くしておきますよ。少しねコバルトブルーを増やします。青みを強くしますね。はい、これでだいたい色が入ったかなと思いますね。ここはちょっと入ってない、ここもちょっと入ってないんですけど、
あとはだいたい入りました。赤紫から青紫にかけての色を中心にして、少し緑っぽい色、黄色っぽい色が展開してますよっていう感じです。じゃあこれで一旦乾かしますね。下塗りが乾きました。ここからちょっと細かい作業に入っていこうと思います。まず葉っぱと茎です。花から入ってしまうと花が暗くなってしまう恐れがあるので、先に葉っぱとか茎をやっておこうと思います。鉛筆で描いている葉っぱと、描いてない葉っぱもたくさんあるよっていう前提でやっていきます。でいきなり細かい作業に入るんではなくって、ここにありますっていうことが分かる程度の色付けをしていきます。サップグリーン、セルリアン、バンタンバですね。あまり緑っぽくない色です。灰色ですよね。薄くします。例えばこの葉っぱですね。これは鉛筆で描いている葉っぱです。で上に花びらが乗っかっていますので、そこの花びらの部分はしっかり避けて塗るっていうことですね。ベタ塗りをします。で他もね、鉛筆で描いている葉っぱ塗りますが、鉛筆で描いてない葉っぱも塗ります。で例えばどこにあるんですかっていうことなんですけど、ここに1本茎がありますね。ここちょっと茎描いておきますよ。もう同じ色でね、さっといきます。ここにあるんだよっていうことが分かる程度の話で今はよしっていう感じですのでね。そうすると例えばこういうところから葉っぱが出ました。この葉っぱの向こうを通ってこういうふうに言っていますよ。はい、ここから出た葉っぱがここの後ろを通ってこちらに行っています。後ろを通っているので当然ね、避けるべきなんですけど、今の段階だとほとんど下塗りに近い状態で塗っていますので、上下気にせずにとりあえず塗っていくっていう感じで塗ってみます。色はね、少し変えてくださっていいです。大量に一色を作って塗りつぶすっていうことじゃなくって、適当に混ぜながらね塗っていかれるといいかなと思いますね。でここからね、本格的に描いていない葉っぱを作っていこうと思うんですが、例えばですね、ここですね、ここから出た葉っぱがこのような感じでこっちへ出ました。あるいはここから見えないんだけど出た葉っぱがここを通ってここに出てきました。でもっとこっちからこういうふうに出てきた葉っぱが、例えばここのここをかすめてこっちへ出てきました。そういうふうにしてだんだん葉っぱを描くことによって、例えばここを描くことによってここの花びらのラインが少しずつ見えてくるわけです。ただ単に空間を暗くするよりも、こうやって葉っぱで暗い部分を作って花びらのラインをはっきりさせるっていうことができるわけですね。でここにもね、ちょっと茎を途中やめにしているのがあるんですけど、例えばここからつぼみが向こうに出ていましたよっていうことにしておいて、ここのつぼみの直下からこういうふうに葉っぱが出てこちらへ出ていましたよみたいなことが設定できるかなと思います。こうやって増やしていきながら空間をある程度うずめていきますね。例えばここから出た葉っぱが前を通ってここまで出ていましたっていうことですね。ここですね、ここを通ってこういうふうにここを通ってこちらへ出ましたっていう葉っぱがあっても不思議はないよねっていうことです。はい、これで葉っぱね終わりました。で今度は花の中に入っていきますね。セルリアンブルークリムソンレーキで薄い紫色を作りますね。ここの中心、要するに引っ込んだところですに置きます。上に向かってぼかします。でね、これでここの中がぐっと引っ込んでいますよっていうのが分かるっていうことになりますよ。もうほとんど同じ色でいきます。この外です。ここが光と反対の方向が暗いんですっていうことです。これもこちらへ向かってぼかします。
細かい作業に徐々に入ってはいくんですけど、大きくね葉っぱの暗さを作っておくと、どこに何があるのかっていうのが非常に分かりやすいっていうことです。じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、だいぶ乾きましたので細かい作業を入れていきます。まず葉脈を入れていきます。少しね暗くしたいのでコバルトブルーとバンタアンバーです。少しサープグリーンも入れます。細くしますね。表に出ているこの葉っぱです。明らかに手前にある茎から出ている葉っぱが後ろの茎や葉っぱを横切るわけです。だからそれを優先的に描いていきます。ここの付け根大切です。単子葉植物っていうことで葉脈は平行に入ります。あまりね厳重にしない方がいいですね。適当なところでやめておきます。手前にある分からね、これも手前にあります。手前にあるものからつけていきます。で手前にあるものが済んだら次に茎を描きます。当然手前にある葉っぱで遮られているわけなので、そこは描かないように注意をするっていうことが必要です。暗い方を決めて、この茎の場合は一応右を暗くしますね。右を少し太めに描くわけです。左側の線は細く描く。細いのと太いのと両方でエドルっていうことになります。2本だけじゃちょっとねそっけないわと思われたら、例えばもう1本2本ねここに足していただいて結構です。こういう作業をやっていきますね。ここのところですよね。茎がここの出どころが分かるっていうのはあんまり良くないので、葉っぱでね潰しました。それとちょっとこの辺が透けてる感じがしますので、この辺からねもう一本ねちょっと茎らしきものを伸ばします。ここからさらに葉っぱが出ることができますので、例えば、こういうところから出てこのユリの向こう側に出ていったみたいなことが設定できますのでね、そうするとかなり複雑な感じに持っていけると思います。この辺もねしっかり錯綜感を出すっていうことで奥へ奥へねこう作っていかれるといいかなと思います。つぼみなんですがほとんど黄色に近いような綺麗な緑ですね。明るい緑で、例えばここのラインですね、ここはかなり明るくしておきます。後でねちょっと鉛筆の線を消します。気にならなくなると思うんですけど、今のところ鉛筆の線がね随分勝ってるように見えます。からここに1個ねつぼみを足しましたので、これもね明るめの色で線描してみます。はい、線描が乾きました。だいぶこの辺がね埋まってきましたけど、この上からまた色を、幻想的になるようにかけていこうと思います。でここの辺は暗い方がいいわけですけど、汚い色で塗らないっていうことが肝心かなと思いますね。色と色を混ぜすぎないっていうことであまり濁らないっていうことになると思いますね。ここですねちょっときれいにしますよ。はい、この辺暗くします。ウルトラマリンディープです。これにちょっとだけバンタンバーを入れます。でここに置きます。これ確認しながらバンタンバーを足したり、ウルトラマリンディープを足したりします。場所によってどっちが多いかっていうのがね変わってくる方がいいわけです。しっかりね端まで詰めておきますね。はい、水筆で境目をぼかします。続いてコバルトブルーですね。コバルトブルーを、この色にちょっと混ぜるぐらいの感じですかね。もうちょっとコバルトブルー増やしますよ。はい、これも水筆でぼかします。こ
このところですね、コバルトブルーとオペラです。オペラちょっと少なめでいいと思いますね。少しずつ色を変えながら空間と葉っぱを潰していきます。葉っぱを避けないっていうことですね。ただ花びらは避けます。でだんだん明るくしていくわけですね。微妙に変えながらいつの間にか変わっていってますねっていう方がいいわけです。いきなりね、こっから境目がはっきりして分かれちゃいましたっていうのはあまりよろしくないわけですよね。いつの間にかね、コバルトブルーからセルリアンに移っていってますっていうのがいいわけです。で濃度もね、濃いところ薄いところを作るようにしてください。濃度の違いによってもグラデーションがこう違ってくるわけですね。全部均一にしちゃうとあまり楽しくない感じになります。こんな感じでね、徐々に明るくしていきますね。こちらの方はサップグリーンのね純色もこんな風にね入れてくださっていいですよ。もちろんレモンイエローをさらに足すっていうこともあっていいわけです。はい、こんな感じでね、しっかり暗いところと明るいところの色を変えていくっていうことですね。で切れ目がどこなんでしょうっていうのがわからないように、こっからいきなり明るい色、こっからいきなり暗い色とか言うんではなくって、徐々に変わっていきましたよっていうのがいいわけですね。境目がここですってパッと分かるようではちょっとあまりよろしくないかなっていう気がしますので、徐々に変えていくようにしてください。あんまりくっきり出たところはね、しっかりこうやって取っておくと大丈夫です。はい、じゃあもうちょっとね下塗り重ねていってみますね。はい、それじゃあだいたい乾きましたので花の中に入っていきます。花の中の色なんですが、本当はこういう真っ赤と真っ白っていうことなんですけど、これでは綺麗な感じはしないと思いますので、一つの花の中に赤いとこもあれば白いとこもあるよっていうことで描いていこうと思います。で赤色もオペラを多めにします。クリムソンちょっと多めにすると重苦しくなるといけないのでオペラを多めにしますが、あまりにもオペラが強いと派手な感じになっちゃいますので、少しだけセルリアンを入れてちょっとおとなしくします。こちらから塗っていきますね。この花びらとこの花びらはここで重なっています。重なっている花びらの下の方ですよね。下の方にこの色を入れます。花びらの先端に向かって伸ばしていきます。どこまでもね引きずらないで適当なところで始末をしておきます。自然なグラデーションのままね。ですぐ隣に行くことは無理なので、例えばこの花の中で言えばここですよね。1枚開けてここです。ここに同じ色でもいいしちょっと変えても全然 OK ですのでね、適当に色を変えながら入れていきますね。と例えばこれとこれだったらこっち側が下になっています。左から光が入っていますので明るいといえば明るいんですけども、重なりだけから見るとこちらの花びらの方が下になってますよっていうことですね。はい、これも適当なところで吸い取っておきます。このようにしながら粗々塗っていきますね。はい、だいぶね花びら色が入ってきました。でここからね少し線描を入れていきますね。ずっと色だけでやっていくとどんどん暗くなりますので、ある程度線描で保てるところは保っておこうかなと思います。
線描をしていきます。オペラとセルリアン、綺麗な赤紫色です。で、例えばここの花びらです。ここですね。細く使います。で、ここで繰り返ってるよっていうことです。そして真ん中の中心の葉脈がこのように通っています。で、本当を言うとね、これね、こう真ん中が引っ込んで、その縁がポコンと飛び出てっていう感じなんですけど、そこまでやるとちょっとややこしい話になってしまうので、真ん中がポンと飛び出て周りが引っ込んでるよっていうふうに単純化しますね。そうすると真ん中を残して周りに少しぼかすっていうことで、真ん中が飛び出てるよみたいに見えるわけですね。で、全部ね線描しなくちゃいけないってことではありませんので、ここちょっとはっきりさせときたいわっていうところを線描していきます。例えば空中にこう飛び出ている花びらのこの先っちょですよね。これも全部色でいくよりは線描である程度こう抜いておいた方が、軽やかな感じになるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあちょっと線描やってみますね。はい、もうだいたいね線描が終わりました。できる限りね鉛筆の線は取っておきますね。そしてマスキングを取りたいんですけど、マスキングの周りがまだ塗れてないところが結構あるんですね。ここをもうちょっと色を入れてマスキングを取った時にマスキングの効果がちゃんと出るようにしときたいかなと思います。こっちからこう持っていきますね。全部真ん中から持っていくだけじゃなくって、フリルですね。フリルっていうのは外から中へ向かってこう持っていきます。はい、そしてあんまりがっつり残らないようにかなりね取っておきますね。曖昧にしておく方がいいです。こっちもフリルとして外側から内側へ引っ張ってくるわけですね。こういうふうにね。これもねあらあら取っちゃいますよ。そしてあとここですね。せっかくねマスキングしていますので、マスキングの効果がある程度出るように先持ってね色をちょっとこう入れておきます。ここの空間ですね、黄色っぽい緑色でここをちょっとねやっておきます。はい、そしてここですね、もうちょっと暗い方が出やすいかなと思います。じゃあこれ一旦乾かしてマスキングも取ります。乾く間ですね、ここがちょっと明るすぎますので、ここを少しね場所を埋めときたいと思います。なんで埋めようかなと思うんですが、ちょっとね向こう側に向いてる花のシルエットですね。今咲いてる花が4つしかないんです。もう少し欲しいわけです。で、向こうの方にあるので比較的暗い色でっていうことです。クリムソンを多めに入れます。どこから出た花ですかって言った時に、この辺りから向こうに向けて後ろ姿がちらっと見えていましたよっていう、そんなイメージですかね。シルエットぐらいですので、きちんと形が出なくっても OK です。花びらがなんとなくこう見えてましたよっていう、その程度でね十分かなと思います。はい、このぐらいで十分かなと思いますね。あんまりやりすぎるといけないので、中心近くに少しクリムソンをここに投入しておきます。後ろ向きに向こうへ向かって出ているんだけど、中心はこちらの方ですよっていうことが少し分かるようにっていうことですね。そしてここもねちょっと広い感じがするんですね。なのでここにもちょっと入れときたいんですが、あんまり暗い色だとちょっとまずいので、こちらの方はね後ろ姿とは言いながら、ちょっと明るめにしたいっていうことで、オペラですね、それにセルリアンをちょっと入れて、かなりね薄くします。で、あまり大きくうずめてしまうというのはちょっとよろしくないので、この辺りから向こうへ向かって出ましたよっていうことにしてみますね。緑がかなり入っていますので、あんまり色がパッと出ないんですけども、はい、
んなもんでしょうか。そしてここにちらっとね向こうのちょっと線描っぽくね出しておきますね、こういうのをね。はい、そしてここにね葉っぱをねちょっとつけます。もう一枚ね。ここが微妙に開いてるのはちょっとまずいかなっていう気がしますので、ここですね、ここからこちらへ向かって葉っぱが出ていましたっていうことでね、ちょっと左右対称感があるのがちょっとまずったかなっていう気がしますけど、ここに線描でしべをね描いておきます。ここのしべはね明るい方ということで緑でねしべを描きますよ、こんな風にね。これを描くとこっちとは違うんだよっていう感じで、あまり左右対称感がね出なくていいんじゃないかなと思いますね。これはめしべですね。おしべの先はちょっと赤くしますね。で向こうの方なのであまりしっかり見えるといけないのでちょっと取っておきます。ね、これで左右対称感はなくなったかなと思います。それではね完全に乾かしてしべに置いてあるマスキング液をね外したいと思います。はい、マスキング液をね外しました。くっきりこう見えるところもあればあんまりはっきり見えないよねっていうところもあるんですけど、このまま放っておくわけではないので大丈夫かなと思います。細い筆で灰色っぽい緑ですね。セルリアン、サップグリーン、バーントアンバーっていうことでちょっと濃いめにしますね。細く線を引きたいので、あんまり薄いとちょっとどこを描いたのか分かりませんみたいになっちゃうと思いますのでね。で例えばここの真ん中の花のこのしべです。このおしべのしべですね。でちょっと間抜いときますよ。ちょっと強い感じがします。1本で十分だとは思うんですけど、場所によっては2本ね細く引かれてもいいかなと思います。おしべを描きますね。クリムソンとバーントアンバーもしくはサップグリーンを入れて、気持ち茶色に傾けます。このようにして一応ねしべを全部描き入れていこうと思います。はい、おしべめしべね完成しました。じゃあもうそろそろ仕上げに入っていきたいと思います。一番メインの花の花びらにまだほとんど手が加わっていませんので、ここにフリルをつけていこうと思います。綺麗な色がいいと思いますのでオペラにちょっとだけセルリアンを入れるぐらいかなと思いますね。波打っているわけです、ここが。なのでその波打ちからひだがこういうふうに中心に向かって伸びていくわけですね。不規則なわけです、これって。きちんと模様のようにつくわけではないので、途中で当然消えていくわけなんですが、どのくらいの長さで消えるのかっていうのももうまちまちっていうことなのでね、不規則につけるっていうことが肝心かなと思いますね。こちらもねこういうふうに途中で曲がったり当然するわけですよね。不規則なおかつきつくやらないっていうことですね。単なる影です、模様ではありませんのでね、あまりはっきり描いてしまうと不自然だよねっていうことになると思います。ここもねちょっと足りない感じがします。ここにも少し入れておきますね。だいぶぼかしますので、つけた瞬間はかなりきつい感じがするんですけど、ぼかしますとねそうでもないわけです。全部やってはちょっとうるさいわけなんですよ。目立つところというか広い白地ですね。あんまり白地が大きすぎるとちょっと間が抜けて感じられるわけです。そういうところにちょっと足すっていうことです。例えばここですよ。
少し入れておきますね。こんなところでいいんじゃないかなと思いますね。あんまりねやりすぎるとちょっとしつこいと言いますかね、汚い感じになってきますので、程よくねやった方がいいかなと思います。そしてこういう向こう側にある分ですね、あまりこれがねピチッと出ない方がいいので、粗々こう潰しておきますね。あまりはっきり形として出ない方がいいわけです。つぼみがねちょっと弱いかもしれないですね。タンバーとサップグリーンでちょっと茶色に傾いた緑を作りました。影の部分ですよね。時間が経って色が薄くなりますので、その時点で改めて加筆をするっていうことでいいんではないでしょうか。じゃあここにサインを入れておきます。はい、一旦ね終わったんですが、ちょっと時間が経ってよくよく見ますと、この辺りがねあんまり出ていないんですね。もうちょっと出す必要があるかなと思います。コバルトブルーです。ちょっとだけバンタンバーを入れます。ここですね。花びら以外はもうね全部潰していってください。ちょっとねぼかしときますよ。からここですね、ちょっと明るすぎて何のことやらっていう感じがしますので、ここはねむしろちょっときれいめの緑で出しておこうと思います。それから、ここもね出ていません。ここはコバルトブルーですね。ちょっとだけオペラを入れます。ここもね埋めておきますね。きれいめの色でね。はい、それからここですね。ここもねちょっときれいめな緑を入れといて、その横にオペラとコバルトを入れていきます。お互いにねこれがじんわりにじむように、はい、でちゃんとね始末をしておきます。だいぶね明暗の差がしっかり出てきたような気がしますね。ここねちょっとここが出過ぎてます。少しね潰しておきますね。ちょっときれいめにしときます。このくらいでいいかな。ここもちょっと潰しておきますね。ちょっとねキリがなくなってきましたけど、ここをねしっかり沈めました。そうすると今度はこっちがねちょっと弱い感じがしてきましたので、こちらをね足しておこうと思います。こちらは外を暗くするんではなくって、百合の中を暗くしていこうと思います。コバルトブルーです。オペラとクリムソンを足します。抜くのがちょっと大変なんですけど、頑張ってやってみようと思いますね。はい、ここはねあまりにも白いところが多すぎたので、ここまで引きずってきますね、この色をね。ここもちょっと色を入れておきます。ここもね、はい、これもねちょっと白すぎるような気がしますね。ここはこちらからちょっと持っていってみますね。から今度ここですね。ここも、こ
こね白すぎましたね、ちょっとね。一応ねこれでいいかなっていう気はするんですけど、またね足すかもしれません。一応これで完成にしておきます。